コードも絵も描けます。兼業絵描きの沢渡一馬です。今回はイラストにハマると人生変わる、描くことで得られるやりがいとはというテーマでお話しします。もしかしたら絵に興味があるけど AI で簡単にイラストができる時代、今更わざわざ絵が描けるようになる意味なんてないんじゃないかな。こんな悩みで初めの一歩が踏み出せないといったことはありませんか？ AI がここまで発達したのに自分で描く価値は本当にあるのか？そう思って絵をやめてしまおうか迷っている人がいるかもしれません。実は私も同じ壁にぶつかりました。2022年に AI イラストが SNS に溢れ出した時、自分が描く意味って何だろうと悩み、しばらく絵を描くのをやめてしまったこともあります。でもそれからもう一度自分の手で描くことの意味と向き合い直して、自分の手で描くことだけがもたらしてくれる成長や楽しさに気づくことができたんです。この動画を見ることで、自分の手で描くことが人生最高のライフワークになる理由といった一生もののやりがいをあなた自身のものにできるヒントが手に入ります。私自身悩んだ時期があったからこそ今も描き続けています。20年以上絵を描いてきた経験から具体的に納得できる形でお話ししていきます。次の動画ではイラストを始めたいと思えた人に向けて予算に応じたデバイスの選び方を解説していきます。ぜひ後で見つけられるように今のうちにチャンネル登録しておいてください。それでは行きましょう。まずはなぜ生成 AI 画像よりも自分の手で描くことの方が価値があるのかをお話しします。そもそも自分で描くというのは自分が思い浮かべたイメージを自分の手で線や色にしていくことです。フランスの画家アンリ・マティスも言っています。描くとは思い浮かんだアイディアに線を与えること、つまり自分のイメージを絵に表現できてこそ描いたと言えるのです。そういう意味で生成 AI 画像を出力することは描いたとは言えないのです。例えばあなたが頭の中で美しい風景を思い浮かべたとします。ですがそのビジュアルのイメージをそのまま AI に伝える方法は今のところ存在しません。私たちが AI に渡せるのは山、夕暮れ、湖といった曖昧な文字列だけです。そして AI はそれをもとに過去に学習したパターンの中から山、夕暮れ、湖といったワードにヒットするパターンを復元し、それっぽい絵を出力します。つまりあなたのイメージを表現しているのではなく、AI は入力した文字列から連想したイメージを出しているに過ぎないのです。手書きの場合はイメージを自分のペンで表現するため、イメージと線が直結していると言えます。パースで空間を作り出し、モチーフの形を削り出し、色を置くことで自分の内面のイメージをこの世界に投影する。だからこそこれは紛れもなく自分の表現だと言えるのです。残念ながら生成 AI を使って出力された画像は生成 AI ユーザーが描いたものとは呼べないのです。もしかすると、いやいや生成 AI が描いてくれたイラストは私のイメージそのままだよと反論したくなった人がいるかもしれません。でも AI が出力した画像がどれだけ気に入っても、それは自分のイメージを表現したものとは言えません。なぜなら自分のイメージが生成 AI によって出力されたのではなく、 AI が出した絵がたまたま自分の感覚に合っただけだからです。つまり順序が逆なんです。でもこういった勘違いが起こる理由は人間のイメージの特徴にあります。例えば金髪の少女、ハイレグ貢ぎ、プールサイドという言葉を AI に入力しても、その言葉が意味する見た目は人によって全く違います。そして AI はその言葉に関連したパターンを学習データから選んで出力しているだけです。あなたの頭の中の具体的な映像を見て出しているわけではありません。人が頭の中で思い浮かべているイメージは大体ぼんやりしています。細かい構図や光の加減、モチーフの細かいディティールなどはっきりしていないことが多いです。そのため出力された画像を見て無意識のうちにそれでイメージの穴を埋めて、そうそうこれをイメージしていたんだよと勘違いしてしまうわけなんです。私にもこんな経験がありました。職場の先輩に自分でも何を言ってるのかよくわからないまとまりのない意見をペラペラ話して、先輩が親切にも要するにこういうことと解釈を加えてまとめてくれたことがありました。それでそうそうそうですって言った私に対して先輩は呆れ顔で、それってお前が思ってたことを俺が言語化しただけ？それとも俺の話がたまたまうまくはまったから自分の意見ってことにしたの？と言われた経験があります。これは相手の言葉が自分の中にあったと思い込んだ例で、先ほどの勘違いとそっくりです。AI にプロンプトを入力して出てきた絵を見て、これ自分の思ってたイメージと思っても、それは後からそうだったことにしただけかもしれません。本当に自分で考えて描いたと言えるのは、線や形を自分の頭と手でつなげて表現した時だけです。創作とは自分の中にあるはっきりしないイメージを自分の手で形にすることです。
AI が出した画像を気に入ったとしても、それは AI の中のパターンがたまたまうまくはまっただけであり、あなたが書いたわけではありません。だから AI に文字を入力して出てきた画像を自分の表現と呼ぶのは間違いです。それは創作ではなく、作ってもらったものの感想を述べているに過ぎないのです。つまり、どれだけ完成度が高く見えても、創作者は AI であってあなたではないということです。自分のイメージを表現するという絵の本質を AI では達成できない。これが生成 AI で自分の創作ができない本質的な理由でした。ただ、もっと身近な感覚として伝えられる例として、自分の力で作ったと思えるかどうかがあります。AI で作った絵は入力文字列の工夫で多少変化はできるけれど、そのほとんどは AI の性能に左右されるもので、自分が上手くなった、前よりも描けるようになったという実感が得にくいです。一方、自分で描くイラストは少しずつでも描き続けることで、できなかったことができるようになる、前よりも自分の理想に近くなったといった成長の手応えをしっかり感じることができます。どのくらい AI の性能に左右されるかは、生成 AI サービスミッドジャーニーのモデルの変化を見てみるとそれがよくわかります。どれもスター・ウォーズのヨーダを生成したものですが、モデルのバージョンアップによってより高品質になっていることがわかります。この差はサービス利用者のプロンプトの工夫では絶対に埋められません。だから AI で作った絵は最初から綺麗な絵が完成するけれど、何枚作っても自分が上手くなったという感覚が持ちにくいのです。どこまで行ってもガチャに近いのです。手書きイラストは最初はうまく描けなくても、練習や工夫を重ねるうちに去年よりも今年、昨日よりも今日と自分の成長を実感できます。描けなかったポーズが描けるようになったり、より自分の理想に近い顔が描けるようになったりすると、自分の能力の向上と自分の努力の積み重ねを実感して嬉しくなります。例えば、私が最初の頃に描いたデジタルイラストと直近のデジタルイラストを比べてみます。最初のイラストを描いた時には持っていなかった知識や技術、経験を長い間積み重ねたことによって、同じペイントソフトを使って描いた絵でもかなり上達したと自分を誇りに思えます。これが自分の能力を向上させたことによる面白さです。自分の手で描き続けることでしか味わえない成長や達成感、やりがいは特別なんです。誰かと比べるのではなく、昨日の自分と比べて少しでも上手くなった自分を感じられる、それが手で描くことの本当の楽しさです。また、絵にはこれで終わりというゴールがありません。自分の表現を追い求めながら一生続けて楽しむことができるんです。絵はここまでできたら終わりという決まりがないからです。自分の中にある理想の表現を目指してずっと描き続けることができます。しかも何歳から始めても遅すぎることはないんです。例えば、アメリカの画家グランマ・モーゼスは70代で絵を描き始めて、80歳で初めて個展を開いたそうです。一方、野球なんかは始める年齢が決定的に大事ですよね。私は社会人になってから野球を見るようになったのですが、メジャーリーガーに憧れてプロになりてえなーと思ったとしても、プロになれる確率はゼロです。これは才能以前の問題で、始めるのが遅すぎるということなのです。グランマ・モーゼスのように大成するのは稀とはいえ、何歳からでもチャンスがあるというのは、絵や創作における一つの夢と言えるでしょう。でも別に大成しなくたっていいんです。少し意外に思われるかもしれませんが、私は絵を仕事にしなくてもいいと考えています。世の中ではイラストを描くならプロになるべきだという雰囲気があります。YouTube でも絵の仕事につなげる話がよく見られます。ですが、私は絵は一生をかけて自分の表現を深めていくライフワークだと思っています。好きなことをいちいちお金に結びつけなくてもいいのではないでしょうか。そう考えるようになったのは理由があります。今はソーシャルゲームの人気が落ち着き、イラストの仕事も以前より減ってきていると聞きます。しかも最近では生成 AI という新しいライバルも登場しています。皆さんも暗いニュースを耳にすることが多いでしょう。こうした状況の中で絵だけで食べていこうと考えるのはなかなか厳しいものがあります。そうでなくても、そもそもイラストレーターの平均年収は低いです。イラストレーターの平均年収は400万円と、例えば IT 業界と比べて100万円以上低いという話があります。私もイラストレーターとして転職しようと思って求人を調べたことがありますが、ほとんどが非正規の仕事ばかりですごくがっかりしたことを覚えています。また、イラストレーター協会の調査によれば、フリーランスのうち年収200万円未満の人が全体の 75% を占めているそうです。このような状況を踏まえると、まずは普通に就職をして生活の基盤を安定させることが大事です。その上で絵をライフワークとして続ける方法も現実的な選択肢だと思います。そしてもしも描いた絵が評価されて収入が増えていったのなら、その時は専業の絵描きとして独立するという道を選んでも良いでしょう。もしかすると皆さんの中には、最初から絵で食べていきたいんだよなと思った人もいるかもしれません。
けれども、私は今の話のようなルートの方が結果的には幸せに生きられるのではないかと考えています。実を言うと、私自身が夢を追いたいと思っていた時は、大抵現実から逃げたい時でした。例えば、就職したくないから漫画家になりたい、会社が辛いからイラストレーターになって辞めたい、などです。夢を見るのは悪いことではありませんが、それが逃げ道になってしまうと苦しくなることもあります。もちろん、逃げることが必要な時もあります。でも、あまりに逃げすぎると、人生そのものが行き詰まってしまうこともあります。だからこそ、地に足をつけた生活をしながら、自分の好きな絵を人生の中で大切に描き続ける、そうした道を選ぶ人がもっと増えてくれたらとても嬉しく思います。さて、次回の動画では、イラストを始める方に向けてデバイスの選び方を紹介します。絵を描いてみようかなと思った方は、後から見つけやすくなるように、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。